私たちは今、時間を超える旅に出ようとしています。舞台は江戸時代。大反響を呼んだ宝永銅板の旅から数年。天才絵師歌川広重には全く違う景色を描いたもう一つの名作がありました。題字が柔らかな書体で書かれた通称行書版東海道53次。宝永銅板よりも人のぬくもりがあふれる新たな日常を最新の AI 技術で完全実写化。名画が呼吸を始める。新シリーズ第4弾は袋井から赤坂まで。のどかな海辺の風景や賑やかな人間模様がたっぷりと描かれてますよ。前作とどう違うのか比べながら楽しんでください。 AI 浮世絵トリップ。新たな旅へいざ出発しましょう。さあ、袋井に到着です。名物の遠州ダコ。大きな松の木の下で楽しそうにたこ揚げをして走り回る人々。生き生きとした表情から賑やかな歓声が聞こえてきそうですね。見つけは天竜川の船渡りです。広大な川をゆっくりと進む船。水面を渡る心地よい風を感じながらのんびりとした水上の旅を楽しみましょう。浜松の名木座山座の松です。うねるような巨大な枝っぷりが見事ですね。海辺で熊手とほうきを持つ人々はどこか風流で物語の世界に迷い込んだようです。舞坂の美しい今切れの海景色。穏やかな波打ち際と帆を下ろして休む船。のどかな港の風景に旅の疲れもスーッと癒されますね。新井の海上です。白い帆をいっぱいに膨らませて波を切って進む船の数々。海風を全身に受けてとっても爽快な気分になりますね。白須賀潮見坂からの絶景。大きな松の木の向こうに広がる青く澄み渡った遠州灘。美しい海のパノラマに思わず足を止めて見入ってしまいます。二川猿ヶ馬場の茶屋に到着です。のどかな風景の中、旅人たちがのんびりと一休み。私たちも名物をいただきながらほっと一息つきましょう。吉田。豊川に架かる立派な吉田橋。奥には吉田城がどっしりとそびえ立っています。橋を行き交う人々の穏やかな日常の足取りがとってもいいですね。五遊ののどかな風景。宝永銅板の激しい客引きの様子とは打って変わって、川のせせらぎと大きな木々が
静かで穏やかな時間を感じさせますね。第4弾の終着点、赤坂です。美しい満月と松の木の下を馬を引いて静かに歩く人々。夜のしじまと旅の情緒をたっぷりと味わいましょう。袋井から赤坂までを巡った行書版第4弾の旅、いかがでしたか？なんといっても美しい海のパノラマやたこ揚げを楽しむ人々の生き生きとした姿が印象的でしたね。同じ宿場でも宝永銅板とはまた違った魅力があったのではないでしょうか。ぜひコメント欄で教えてくださいね。さて、次回の第5弾は富士川から生野へ向かいます。四日市や生野といえば宝永銅板の強風や夕立が有名ですが、行書版では一転、四日市ののどかな茶屋の風景や生野での活気ある荷物の引き継ぎなど、人々の温かい日常が描かれますよ。一方で石薬師の美しい雪景色など、行書版ならではの見どころもたっぷりです。同じ宿場での驚きの違いを絶対に見逃さないよう、今のうちにチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた次の浮世絵の旅でお会いしましょう。